とうもろこしのかき揚げの揚げ焼きバージョンです。で、米粉を使ってカリッカリ、ちょいもちっとしてる感じです。いただきます。激うま。試作で使っていたとうもろこしは1本 120g から大きくても 180g ぐらいで、なので衣の量はね、最初にやってた量でちょうど良かったんですけど、ちょっと今日用意したとうもろこし大きくて、測ったら 230g ぐらいその可食部であって、でもいけるだろうと思ってね、同じぐらいの量でやったらこれも全然足んなくて、お見せした通り最初結構バラバラになっちゃったんで、後で足しました。バラバラになってもね、カリッとして美味しいんですけど、ただ衣足すだけなんで、ちゃんと接着剤としての役割を果たすようにね、しておいた方がいいと思います。で、米粉はやっぱり時間が経つと硬くなってきたりとか、ボソボソっとしやすいので、今回でもね、できたらすぐ食べた方がいいです。本当に甘くて美味しくて、ね、生のとうもろこし取れたてでやるとね、塩すらいらないぐらい美味しいです。米粉の種類によっても変わってきて、いつも強烈食品のサラサラっとした米の粉を使うことが多いんですけど、こういう揚げ物とかに関してはやっぱりこのパッケージでなんか天ぷらをちょっと押してるように、この並里の米粉めちゃくちゃ良くて、で今回のものに関しても、カリッとするし、やっぱりさっぱりするし、でくっつきもいい。ちょっとザラザラっと普段はしててね、お菓子作りとかでは使いにくさは若干あるんですけど、今回のに関してはやっぱそのねっとりとした感じがくっつきを良くしてくれたりとか、すぐにシャバシャバにならないところが使いやすいなって思ったりとか、もっちりしやすいんですごいいいですね。で、一応今回米粉のこのコーンのものに関しては参考にさせていただいたものがいくつかあるので、そちらを貼っておこうと思います。コーンの方とこの生のとうもろこしで作ったもの、味全然違うんですよね。全くの別物、もう別の料理と言ってもいいぐらい味違うんで、やっぱおすすめは生のとうもろこしですね。圧倒的にうまい。高温すぎないというか、あっさりさっぱり新鮮で美味しいです。感動するうまさで、コーンは加熱すると結構弾けるので、ちゃんとね事前に傷入れて表面にっていう風にしました。なので今回作ったねものに関しては全然油飛ばなかったんですけど、やっぱりこうとうもろこしそのままのものだとパーンとね油跳ねしやすくなったりとかして危ないんで、傷入れておくのがいいと思います。傷入れといてもね、たまにすり抜けたものとかがね運悪くポーンと弾けることが試作の中でもありましたし、一応そのあたりは注意しておいた方がいいかなと思います。最初にねその取れたてのとうもろこしを3本いただいたんで、やっぱとうもろこしたまにはあげるかと思ってあげて食べたらめっちゃ美味しくて、結局3本全部それで食べてまた食べたいなと思ったので動画にしてしまいました。めちゃくちゃうまい。で、今回使ったとうもろこしも取れたてのものですね。やっぱ取れたてをすぐにねこれにするとめちゃくちゃうまいんでおすすめです。うまい。